下まぶたの上下の際、片方が動かしづらくたるみにも左右差が出てきました。どうしたらよいでしょうか。ひたすら練習あるのみです。だんだんと、揃ってきて、筋肉がね、こう、張りが出てくると、左右差もなく上手にできるようになりますので、最初はちょっと左右差があるなって思うかもしれませんけど、だんだんとできるようになりますから、これも焦らなくて大丈夫ですよ。はい。ヘナもケミカルなものが入っているものがありますし、シアンノジアミンが含まれているものがあります。そうですね。ヘナも気をつけた方がいいですね。はい。鼻ヘナ、私もしてます。はい、ありがとうございます。EMS 美顔器は効果がありますか？ EMS 美顔器ですね。美顔器の、それもありますけど、多少は効果があると言っておきましょう。でもですね、実際に本当にしんどい思いして筋トレするのと、その機械だけ当てていくのって、やっぱり違います。顔ダンスほど効果が出ません。でも、どういう時に使えばいいかというと、例えば今日はトレーニングをしたくない。顔の筋肉を動かすのしんどいなって自分でやるのはしんどいなっていう時にちょっと当てとくと、とりあえず筋肉に軽い刺激はいきます。なのでそこで完全に筋力が落ちるとかじゃなくて、ちょっとこう維持できるという感じになりますね。でも、いつもその ESM 美顔器に頼っているのではなくて、やはりしっかりと自力で動かさないといけないですね。体のトレーニングもそうですね。ほんとしんどい思いして皆さん筋トレしたりとかするけど、機械だけ当てといて筋肉が育つって言ったらそんなことないですもんね。多少あるというふうに言っておきますね。あとですね、くぼんだまぶたは元に戻りませんか？戻ります。この間もちょっと最初のレッスンで見られた方はわかると思うんですけども、ちょっと押してみてください。こう、下まぶた。ここを膨らんでる誰でもね、たるみがない方でもちょっと押してみて。上まぶたが膨らむでしょ？これ。このね、中にあるその脂肪が上にもあるんです。ですので、下まぶたの引き上げをすれば、こうふっくらしてきますからね。はい。お顔のたるみ、シワがなく張りもあって若々しいです。顔ダンス以外に何かしてますか？はい。ケミカル立ちです。もうそれはしっかりとお伝えしたいと思います。で、ケミカル立ち、さっきから何ケミカル立ちと思うかもしれませんけども、本当の意味でも無添加なんですよ。で、私、化粧品を実は作っております。自分でも本当に無添加のものを探したい。探してもなかなかなくて、で、無添加ってあっても、合成界面活性剤がやっぱり入ってるっていうものがすごく、実は入ってるというものが多かったんですね。で、もう自分の納得いくものを作りました。それはセリフです。でも私、あえてあんまりこのことをお伝えしてないんですよ。なぜかというと、お客様は化粧品を売りたいんだなって、私それを思えるのがすごく嫌で、私自身も人から何か売り込まれるのが大嫌いなんですよ。だから決してそれはお伝えしないですけども、例えば、顔ダンスしててもなかなか効果が出ない。顔ダンスしてても顔に細かいシワが出てるっていう方は、ケミカル立ちが絶対私は必要だと思っています。で、ケミカル立ちは、とにかく合成界面活性剤とポリマーを一切使わないものなんですけれども、それをすると何がいいかというと、合成界面活性剤っていうのは肌の表面に穴を開けて、そして、人工的な水分を入れて、ポリマーで膜を張って、いかにもしっとりさせるっていうものになるんですよ。実は穴を開けるんです。合成界面活性剤って。なので、それを続けてると化粧品塗ってる時だけしか潤わない。もうちょっと洗顔してしばらくするとパリパリするっていう症状になって、もう本当にひどい乾燥肌になります。でも、シワはどんどん増えていきますね。でも、ケミカル立ちをして、しっかりと合成界面活性剤、ポリマーを一切肌につけないっていう生活を続けると、本当にね、こう、斜め毛穴っていうのが全くなくなってきます。ちょっと小鼻の横見てください。皆さん鏡ありますよね。で、小鼻のここ、ちょうどほうれい線の始まりの部分、ここの毛穴をまず見てください。ここが涙のような、涙の形をした毛穴になっている場合は、肌バリアが壊れている可能性が実はあります。筋肉をしっかり鍛えていくら上げても、肌の力がないので、肌の表面だけが下がるわけですよね。そうすると筋肉と肌とが一緒に上がるっていうことがなくて、皮膚が。筋肉は上がってるけど、皮膚がそれに追いついていかないっていう状態になると、なかなかその若返りが難しかったりとか、トレーニングしててもその実感がないとかいう感じ。あと、ツヤ感がないとか、シワが細かいのが出るとかいうことですね。で、ケミカル立ちすると本当に間違いなく肌質は変わります。もう私は散々熟知してきたんですね、化粧品に関しては。もうそれこそお高いものを私有で使ったりとか、海外からのいいと言われてるものも本当に高い何十万するクリームとか、使えば使うほど乾燥肌がひどくなりました。で、今はもうケミカル立ちを完全にしているので、本当にシワがないんですよ。で、今、なんていうかな、ライトで飛ばしてると思うかもしれないんで、少しライトを私、ちょっと、少し消しますね。そしたら分かっていただけると思うんですけど。でも別にライトで私、一番これ暗いんですけども、ライトでシワを飛ばしてるということはないのは分かっていただけると思います。はい。
でですね、顔ダンス以外に何かしてるかっていうと、私の場合はケミカル立ちです。ですね、あと目元のたるみとシワ、とにかく何とかしたい。肌の張りが見事にない。毎日顔ダンスしてるのに。ごめんなさいね、しつこいかというけども、これぜひ、口の元のたるみだったら口輪筋をしっかり鍛えましょう。で、今聞いてる方は、ぜひこうやってじっと聞いてるだけではなくて、せっかくなので、上唇と下唇をぐーっと押し合ってください。はい。はい、この状態で、ちょっとやってみてくださいね。せっかく今、聞いてるだけではなくて、もったいないので、顔が。ちょっとしんどいけど、皆さん頑張って。はい。ぐーっと押して。はい。押して、はい。押してください。はい。肌の張りはもうとにかく筋トレとケミカル立ちです。しつこいですけどね。また後でそのケミカル立ちのこともお伝えしたいと思います。はい。毎日しっかり顔ダンスしてください。座右の銘は何ですかって聞かれました。一期一会と誠心誠意ですね。はい。で、顔ダンス、1日の中でやりすぎると逆効果な回数はありますか？ 1 時間以上毎日やるとか、ちょっと逆に筋肉疲労を起こしますよね。で、YouTube の方でも45分っていうのがあります。長いの。47分だったか長いのね。それをたまにするのはいいですけども、あんまり47分毎日もしんどいです。できたら1日15分から20分までがいいですね。で、目の下のたるみはどのくらいの期間で効果が出ましたか？はい、先ほどと同じ質問ですね。半年から2年と思ってください。で、2年経って完全ではないです。もう完全の人もいますし、そのたるみの度合いによっては4、5年かかってだんだん、いつ気づいたらなんか可愛い涙袋がここにあるとか目立たなくなったわっていう感じになりますからね。はい、趣味は何ですか？趣味はですね、私、ネットフリックスとか Unext で海外ドラマが大好きです。はい。海外ドラマ、特に、あとですね、YouTube ではね、動物系のよく見てますが、例えば、ヤギとかをひたすら見たりとか、動画で。ヤギとか、フクロさんとか可愛いじゃないですか。そういう動物の YouTube 見てたらもう時間忘れますね。寝る前のひととき必ず見てます。あとね、運転が大好きです、車の運転が。もうドライブすると気分がスカーッとするんですね。何時間でも運転できてます。はい。それがまあ趣味かな、趣味といえば。頬の皮だるみは顔ダンスで改善できますか？ほうれい線改善など毎日やってます。で、もしのその皮だるみってご自身で思うっていうことは、もしかしたらやはり毛穴が広がってませんですよね。毛穴が広がるというかね、縦穴になってないですか？こう、毛穴が伸ばされたような状態。そうするともう表面がこう落ちてる状態ですからね。ぜひケミカル立ちを。そればっかり言ってるけどね。はい。下回しが流行っていますが、なぜ下回しを取り入れてないんですか？理由はありますか？下回しってこういうのですよね。それちょっと試してやったら私、エラが張りました。かなりここの抗菌、刺激があるんじゃないかと思うんですね。こう回そうと思ったらね。なのでもう空気でいいんですよ。空気でやるのがあるんです。顔ダンスの中にね。空気を入れて、空気だったらね、ここの鼻の付け根までしっかり空気が入りますから、下は届かないんですよ。鼻の付け根に。ちょっとやってみてください。下で、ここに、いけますか？完全に。ちょっともうちょっと先ですよね。で、空気だったら、一発で入ります。ここしっかり伸ばしてください。空気で。まず、ほうれい線はここがスタートなので、ここにしっかり空気入れて。そしてゆっくり回すっていうのあるんですよ。もうそれで空気で十分です。あえて舌を使わなくてもいいんですけども、ただ、その舌を使うっていうことで、高齢者の方は、飲み込みの効果ですね。飲み込みやすくなるという効果はすごくあると思いますので、そこはね、やっていただいていいと思います。舌回しが悪いっていうことではないですからね。あと、笑うと口元に何本もシワができてしまいます。20代の頃から悩みです。口元を鍛えるべきですか？はい、口輪筋を鍛えましょう。しっかりと口輪筋をこう鍛えていくと、ここが硬くなってきますからね。ごめんなさいね、さっき空気の方と、空気入れたら回さないとダメですか？はい、空気入れて回した方がいいです。それと一緒になっちゃってしまいました。ごめんなさい。セリフお試しありますか？はい、お試し。1980円で、ローション、セラム、クリームのセット、あとリンクルブロッカーがついたものがあります。はい、また後お伝えしますね。ここを鉄板のように硬くしましょう。口の周りの細かいシワがいっぱい気になる方は、とにかくここを硬くしましょう。それは今やっていただいている感じ。上唇と下唇。ぐっと押し合うこと。ね。これが大事ですね。目の上のくぼみが気になります。はい。さっき言いました。下まぶた上げ。さっき押さえた時に、ここ膨らみますので、頑張って、これ。これをしていくと、上に脂肪が回っていきますからね。ふっくらしてきます。目の下のたるみ、眼下脂肪を少しでも目立たなくできますか？はい。これも下まぶたをしっかり上げてください。眼輪筋を鍛えていきましょう。
継続するモチベーションはどのように保って見えるのですか？普段から心がけていることありますか？継続する。顔ダンス続けるってちょっと大変ですよね、確かにね。毎日何か一つ自分の生活の中に取り入れるっていうのは、忙しい日常の中ですごく大変だと思うんですけども、私が続けるっていうのはなぜかというと、やらないとたるむからです。単純に。これだけ鍛えててもやらないとたるみますよ。これだけ私頬を上げてるでしょ？下がってるものを上げてる状態なので、筋力で上げてるんです、これ。もう本当に筋力で、ここに、こう、一定位置に今止まってるんですよ。なので、筋肉緩めば絶対これがね、ここに来るんですよ。間違いなく方が。私の母親見てたらわかるんです。もう本当にここに、同じような顔なんですけど、やっぱりここに全部流れてますよね。顔ダンスしてくれてますけど、ね、そこはね、ちょっと、ちゃんとやってないみたいで、上がってないんですけどね。なので、私は自分で顔が下がるので、自分で分かってるので、もう頑張ってやってます。それが私の中のモチベーションですね。ですので皆さんもやめたら今効果があるのかしらって思うかもしれませんけど、やめたら多分何かしら、変化があると思いますので、顔ダンスしてても本当最近あんまり若返った気しないんだけどなって思う方は、試しに1週間全くしないでください。やめてみてください。そうすると、あの時効果があったんだっていうのが多分分かるんじゃないかなと思いますのでね。それがいいかもしれません。一度そういう経験すると、やっぱりやらなかったらこんなんなるんだわって分かりますよ。はい。あと、目を大きくする方法を教えてくださいってありますよ。目を大きくする方法。とにかくこのね、額が下がって、頭皮がこうかぶさって下がってくると、間違いなくここかぶさってくるので、これでしっかり上げましょう。眉毛の上げ下げね。そうするだけで、かなり、こう、開きは良くなりますね。ほうれい線とマリオネットラインが気になって悩んでます。どうしたらいいですか？ほうれい線とマリオネットライン。マリオネットラインってここですね。ほうれい線ここですね。マリオネットラインはもう間違いなくへの字口が原因です。常に口角を上げると、ここが伸びるんですね。こう下げるとこういうラインがつきますからね。横から見た時にこういうラインができますよね。常にこうしてると、このラインは消えます。ね。上がりますからね。なので、このマリオネットラインが本当にこういうラインがですね、真皮まで行って本当のシワになる前に、影の段階で口角。はい、ちょっと皆さん一緒にやりましょうか。今ずっと上唇と下唇をおっしゃっていただきました。お疲れ様でした。ごめんなさい、言わなくて。次、口角上げて。笑顔のままで聞いていただいていいですか？はい。口角上げをおすすめしますよ。ほうれい線ね。で、ほうれい線の場合は、頬上げのトレーニングが一番いいですからね。あとは、フェイスマスクは毎日していいんでしょうか？このフェイスマスクっていうのは何のことでしょうかね？フェイスパックのことですかね？化粧水がすごい含まれてる、そのパックのことかな？それを毎日してもいいかな？構わないと思います。化粧水を含ませたい状態のものを顔にのせるんですよね。はい、いいと思います。毎日何分ぐらいすれば効果が出てきますか？あとどれぐらい継続すれば目に見えて効果が出ますか？どれぐらいやったらいいか？ 2 週間、まずは。はい、2週間頑張ってください。で、筋肉の生まれ変わりが、約3ヶ月ということを考えると、やはり3ヶ月間頑張ってやってください。何かしら2週間で正しくやればですよ。正しくやればという条件があるんですけれども、何かしら変化はあると思います。まず顔のアウトラインから引き締まって顔が変わってき、顔の雰囲気が変わってきますよね。小顔っぽくなります。そして、ここが引き締まった後にこの前の中央部が上がって中面顔が高くなります。中面顔っていうのはこの目から内側ですね。その部分に高さが出てきます。中央部分に頬が上がってきますから、中面顔がしっかりと上がるようになりますね。で、その段階から次は、ここの目の下に変化が現れますね。で、あと、ウインク運動とかがありますので、目尻が上がります。で、今度、額にも張りが出てくるのと、あと、頭皮からのたるみを、こう、なんていうかな、ここでしっかりと予防する効果があるので、その状態を長く保つことができますね。2週間から3ヶ月。まずは2週間頑張りましょう。で、2週間過ぎて、ちょっといいかもと思ったら3ヶ月頑張って。で、年数経つほど、インストラクターたちのような若々しい顔になってきますからね。はい。